はい、それでは本日担当させていただきますバイカラーの春と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではちょっと最初にパーソナルカラーについて簡単にご説明させていただきます。今イエベブルベってよく聞くと思うんですけれども、そもそもどういうことかっていうと、色ってこのようにグラデーションになっているんですが、例えばこちらの緑が黄色に近づくとこのような緑、青に近づくとこのような緑になります。この黄色に近い方がイエローベース、青に近い方がブルーベースです。なので寒色とか暖色とか関係なくて、どんな色にもイエベブルベっていうものがあります。ただ今こちらとこちら比べて、こちらの方が黄色に近いからイエローベースですとお伝えしましたが、じゃあもっと黄色に近いこちらと比べるとこれってどうなっちゃうのかなっていうと、こちらは比べると青に近いので青みよりのイエローベースの緑っていうことになります。比べるとこちらは黄色に近いので黄みよりのイエローベースの緑ということになります。ちょっと簡単に言うと、イエローベースの中でも黄み青みっていう度合いがあって、ブルーベースの中でも黄み青みっていう度合いがありますよっていうことです。多分今 SNS とかだとイエベかブルベかみたいな、結構二択で二極化してしまうと思うんですけれども、そうすると例えばリップの色はイエベにおすすめ、ブルベにおすすめっていう風にすごい極端な色をおすすめされてしまうこともあるんですが、そうするとどっちの色を試しても微妙だなっていうことは当たり前のようにあって、間にも色味たくさんあるので、今日はその詳しい度合いのところまでしっかり見ていきます。はい、そしてあともう一点、 SNS でよくあるあるなんですけれども、瞳の色ですとかご自身の肌の色と似た色が似合うという法則性は一切ございません。自分の肌の色を見ても自分の肌の色が分かるだけというところなので、じゃあイエローベースブルーベースって何かっていうと、顔に対して効果がありますよっていうことが研究発表されておりまして、イエローベースの色を当てると誰でも肌の色は黄みが乗って見えます。ブルーベースの色を当てると誰でも肌は白く見えます。それはもともとの肌の色は一切関係なく、どなたでも同じような効果が起きます。ただそれが人によっていい効果になるかどうかというのはまた別の話なので、診断ではそこを見ていっています。イエローベースの色を当てていい効果になると、血色が乗ってよく見えたりするんですけれども、悪い効果になるとちょっと肌が着くんで見えてしまうということがあります。ブルーベースいい効果ですと肌が白くなって色白効果というのがあるんですが、悪い効果ですとちょっと不健康に見えてしまうっていうこともあったりします。はい、で顔に対しての効果ってこのイエベブルベだけではなくて他にもあって、全部で4つあります。はい、2つ目に明度、明るさ、暗さの度合いというものがあります。一番明るい色が白、一番暗い色が黒、間にグレーのグラデーションがあります。色味になるとこんな感じです。じゃあこれが顔にどういう効果があるかっていうと、明るいと顔は明るくなってふっくらして見えます。暗くなると明るいの反対ですね。顔の色は暗く濃くなってお顔は収縮して見えます。はい、でこれも皆さん同じこと起きるんですが、やっぱりそれが人によっていい効果悪い効果というのがありまして、明るいと顔は明るくなるんですけれども、あまりよく見えない効果ですとちょっとお顔が膨張して見えてしまうということがあります。暗いと顔のは小顔に見えて収縮して見えるんですが、悪い効果ですと、ちょっとシワなど影が目立ってしまうっていうこともあります。はい、では次3つ目に青色と濁色というものがあります。
あんまり聞いたことのないワードかなと思うんですが、濁色って、濁った色と書くので、見るとほんとそのまま濁った色のことを言います。このクリアな色にグレーが入ると濁ります。最近でいうくすみ色というものになります。じゃあこれは顔にどういう効果があるかというと、主に肌の質感が変わって見えます。質感みたいな感じだと思うんですけれども、結構これも変わるポイントでして、クリアな方がファンデーションでいうツヤ肌の見え方をします。濁った方がマット肌の見え方をします。これもやはり皆さん同じこと起きますが、それぞれいい悪いというのがありまして、クリア生殖のいい効果ですと、肌にツヤが乗って見えたりとか張り感が出て見えるんですが、悪い効果ですとちょっと、顔がピカピカしてテカって見えてしまうというようなことがあります。濁色、くすみ色の方ですと、いい効果ですと肌はマットで滑らかに見えるんですけれども、悪い効果ですとちょっとくすんで見えたりですとか、リフトダウンして見えてしまうということがあります。で、こちらの青色濁色っていうのは、お洋服の素材感とかメイクの質感っていうところにも影響があるところになります。で最後4つ目に、こちらが一番鮮やかな色です。絵の具とかで最初に入ってそうな色だと思うんですけれども、こちらに対してこの白から黒の色が入れば入るほど鮮やかさってなくなっていきます。この中で一番明るい色というと、結構皆さんこちらを明るいっていう風に表現されること多いと思うんですが、今日はこれは明るいじゃなくて鮮やかと思っていただいて、明るいは明るさ暗さのことなので、白に近い色のことを明るいという風にお伝えさせていただきます。ではこの鮮やかな色を身につけるとどう見えるかというと、目鼻立ちがはっきりして見えたりですとか、肌の色も濃く見えます。写真の加工でも彩度とあると思うんですが、あれをこうピーって高くすると肌って黄土色っぽくなったりしますよね。あんな感じのイメージです。で、彩度が低いと肌の色は弱くなって目鼻立ちはソフトに見えます。という感じですごく情報量が多かったと思うんですけれども、今のこの4つのポイントを見て診断を進めていきます。ちょっと復習しますと、例えばじゃあベースはイエローベースがいいですよってなったとしても、君の度合いってどれぐらいかなとか、明るさ暗さも明るいか暗いかじゃなく真ん中ら辺がいいですよっていう方もいらっしゃったりするので、それぞれ良さそうなところをチェックつけていきます。で、最終的にそのチェックポイントが一番多く詰まったグループをご提案させていただきます。なので、イエベ春がいいかブルベ夏がいいかっていう見方は一切せず、当ててる布の何のポイントがお似合いかなっていうのを見ています。で、今回4シーズンでご提案をさせていただくんですけれども、今、4シーズン以外にもいろんな分類方法があったりとか、こう縦にいっぱい色が入ってたりグラデーションになってたり、いろんな布があると思うんですけれども、何が違うんですかというご質問もよくいただきます。基本的にどんな布使おうがどんなグループ分類だろうが見ていくポイントは変わらなくて、絶対この4つのポイントを見ないといけないです。なんでかっていうと、これが顔に効果を与えるポイントなので、ここはすごく重要なんですが、色って数百万色以上あるって言われているので、そうするとここの度合いのところで色味たくさんあるなとか、さらにこの度合いの組み合わせのパターン考えたら何パターンでもできそうっていうことが想像できると思うんですが、グループ分類ってこの度合いの組み合わせでできてるんですね。なので誰も得はしないんですが、100万グループ作ろうと思えば作れちゃいます。ただ逆に言うと、どんなに細かいグループ分類だとしても、ここさえ分かれば当てはめることはできます。
住所みたく思っていただくと分かりやすくて、住所が分かれば国で分けようが都道府県で分けようがどんな分け方でも可能なので、こちらの方がキャッチーで分かりやすくて SNS では入りやすいんですが、こっちちょっと説明も長かったようにあんまり SNS では流行んないですね。そうでもこちらの方がすごく重要なので土台となるところなので、今日はこちらをしっかりお伝えさせていただいた上で、最終的に4シーズンでグループでご提案できればと思います。はい、それでは早速、診断に入りたいと思います。こちらの席ご移動お願いいたします。では前髪もちょっとお止めいただければと思いますので、それ入れます。こちらの前髪をお止めいただいてよろしいですか？基本的にイエローベースとブルーベースのグループを対抗させて見ていきます。全部のグループを見ます。総当たり戦、勝ち抜き戦というような感じです。で最終的にグループとか方向性決まったらもうちょっと詳しく見ていくんですけれども、1点注意点ありまして、お好きな色とそうじゃない色、普段当てないような、普段着ないような色もたくさん当てていくんですけれども、これ私のキャラじゃないなとかこれ普段着ないなとか思うこともたくさんあると思うんですが、一旦最初ちょっと頑張って好き嫌いは横に置いていただいて、最初はどっちがいいか悪いかとか似合うか似合わないかとかも考えなくて大丈夫です。それよりも顔の色変わるなとか大きさ変わるなとか、いい悪いってよりかは何が変わって見えるかなっていう間違い探しみたいな気持ちで見ていただくとちょっと分かりやすいかなと思います。では最初、イエローベースの秋のグループとブルーベースの冬のグループで比べていこうと思います。まず秋の赤です。次に冬の赤です。秋と冬です。顔の色がちょっと変わって見えるかなと思うんですが、少しこっちの方が血色が乗って白くなって、なんとなく違い分かりますかね。これがベースの見え方の違いです。イエローベース当てると誰でも顔の色は黄みが乗って見えます。ブルーベースに当てると誰でも肌は白くなります。だけどそれが先ほどお伝えしましたように、この間にも色味たくさんあって、この外にもあるので、どこら辺の度合いが一番いいのかなっていうのを診断の時には見ていっています。今はどっちがいい悪いというよりかは顔の色変わるなっていうことが分かるといいかなと思います。では次は緑ですね。こちらとこちらです。これも比べると結構顔の色味変わって見えると思います。こっちの方が黄みが乗ってこっちの方が白くなって、あとはお顔の大きさっていうのもちょっと変わって見えるかなと思うんですけれども、こちらの方がちょっとふっくらして収縮して見えると思います。これも実は黄身青みの違いの見え方で、イエローベース黄身の方が顔はふっくらして見えます。ブルーベース青みの方が顔はすっきりして見えます。では次ピンクですね。こちらが秋のピンクです。こちらが冬のピンクです。これはさっきの赤と緑とまた全然変わっていっていろいろと見え方が変わるかなと思うんですが、まずお顔の大
きさに関してはここから下半分見ると今こちらの方がふっくらして見えてこちらの方が収縮して見えると思います。これはこちらの方が明るくてふっくら、こちらの方が暗くて収縮、さらには、多分こちらの方が黄身でもふっくら、青みでもよりすっきりして見えているかなと思います。あとはパッと見た印象としてどちらの方が印象強く見えるかなというと、多分こちらの方が印象が強くなってこちらの方が印象がソフトに見えると思います。いろいろ理由はあるんですけれども、一番は鮮やかさの違いが大きくて、比べるとこちらの方が鮮やかです。先ほどご説明したように絵の具の色にこっちの方が近いなみたいな、ちょっといっぱい白入れたか薄くしたかなっていう色だと思うんですけれども、鮮やかな方が目鼻立ちパーツははっきりして見えます。鮮やかじゃない方がパーツはソフトに見えます。はい、では次に青を見ていきます。こちらが秋の青です。こちらが冬の青です。これも比べるとだいぶ顔色が変わって見えるかなと思います。こっちの方が黄身がのってこっちの方が白くなって、で多分さっきから顔を見ていて思ったのは、黄身がのると一緒に顔の色も濃くなるんで、ここら辺のムラも多分一緒に濃くなってこっちの方が青みで一緒に引いて見えるかなと思います。はい、お顔の大きさもこっちの方がふっくらして収縮して、それは黄身もそうなんですけれども、若干こっちの方が明るいので明るくてもふっくら黄身でもふっくら、暗くて収縮青みでより収縮して見えてるかなと思います。あとは肌の質感ですね。肌の質感もちょっと難しいかもしれないんですが、ちょっとこっちの方がマット、こっちの方がツヤが乗って見えるかなと思います。これは青色濁色の違いでそういう風に見えています。はい、はい、では最後黄色です。こちらが秋の黄色です。秋と冬です。秋と冬です。これは比べるとどっちがすっきりして見えてるかなというと、多分こっちの方がすっきりして見えてると思うんですね。でもこの色だけ比べると明るさ暗さはこちらの方が暗いです。本当は暗い方が顔って小顔効果で収縮して見えなきゃいけないはずなのに、なんで白に近い明るい方がすっきりして見えているのかっていうと、まずこっちの方がたくさん黄色が入ってます。そうすると顔はふっくら見えます。青みの方がちょっと収縮して見えます。あとはこちらはちょっと濁ってるんですね。濁るとここの輪郭の線見てもらうと分かるんですけれども、クレヨンで描いたかなみたいな太い線になります。クリアにするとピッてここの顎のラインが細くはっきりして見えるかなと思います。なので、こっちの方が明るいんですけど青みですっきりクリアで線がはっきりしてすっきりして見えているかなというふうに思います。はい、では1枚ずつ下ろしてもう一度確認をしていくので、こちら下をまとめてキュッとお持ちいただいてもいいですか。ありがとうございます。では1枚ずつ下ろしていきます。冬、秋、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 冬、秋です。はい、ありがとうございます。お預かりいたします。はい、このような感じで、はい、見ていきます。で、よかった。今見た感じだと、秋の色はイエローベースで血色が乗るんですけど、
ただちょっと色味が乗りすぎるとムラも濃く見えてしまうので、冬の当てた色が全部がいいっていうわけではなくて、方向性としてすっきりして見える感じは良かったかなって思うので、ちょっと冬の方を残していきます。で、次にもう一つのイエローベースの春のグループと比べていきます。で、春のグループは今の秋と同じイエローベースのグループなんですけれども、黄色の入ってる量が違います。秋はマックスイエベ、春は普通にちょっとイエベみたいなとこなので、もしかすると春ぐらいの黄身の量だったらいいかもしれないっていう方ですとか、あとはクリアな色が多いので、さっきの秋よりかはすっきり要素のあるイエローベースのグループだったらどう見えるかなっていうのを見ていきます。はい、では春から見ていきます。こちらが春の赤です。春と冬です。春と冬です。はい、お顔の色味も変わるんですけれども、お顔の大きさも結構分かりやすく変わって見えるかなと思います。ここから下半分ですね。今こちらの方がふっくらして収縮して、これは先ほどからお伝えしている、明るさでもふっくら、黄身でもふっくら、暗くて収縮、青みで収縮して見えてるかなと思います。あとは肌の質感も多分これちょっと変わって見えてるかもしれないんですが、ちょっとこっちのこうピカピカして少しパウダーしたかなみたいなマットに見えると思います。これは青色、濁色の違いでそのように見えています。はい。あとは例えばここの線の見え方とかもちょっとこっちの方がはっきりして少しソフトになると思うんですけど、本当は明るい方がこう飛んでこう線とかも見えづらくなるはずなのに、これもなんかこっちの方が線があんまはっきりして見えないっていうのは、これも青色濁色の違いで、さっき輪郭の線の話をしましたが、顔の中の線の見え方も青色濁色関係していて、青色の方が線がはっきりします。濁色のはこうソフトになるので、こっちの方が暗いんですけどちょっと線も柔らかく見えているかなっていうふうに思います。はい。はい。では次、緑です。こちらが春の緑です。春と冬です。春と冬です。すごく膨張収縮が出やすいタイプの方かもしれないですね。はい。こちらのお顔がすっきりして見えるかなと思います。あとは、例えば顔の中の陰影の見え方もちょっとこっちの方がノードシャドウしたかなみたいな感じの見え方をすると思うんですけども、はい、暗いと顔の中に影が入るので、そうすると目力とかも一緒にアップして見えるかなと思います。はい。はい、では次にピンクです。こちらとこちらですね。これもだいぶ印象変わると思うんですが、なんか例えばパッと見こっちはちょっともう少しメイク濃くしたいなみたいな、こっちの方がそこまで濃くしなくても大丈夫そうみたいなのがあると思うんですけど、こっち鮮やかさがないんですね。そうするとやっぱこうパーツもソフトになったりとか、お顔全体の色味もちょっとこう引いて薄くなります。比べて鮮やかな方がパーツははっきりするし、ちょっとほっぺとかリップ塗るとかも濃くなって見えるかなと思います。鮮やかさの違いですね。あとはこっちの方が暗くなるのでお顔もシャープになりますし、暗くなることで顔の中の陰影が出て見えているかなっていうふうに思います。はい。ではこちらが春の青です。春と冬
です。これも比べると顔の色の見え方結構変わると思うんですね。こっちはちょっとお風呂上がりみたいな、なんかのぼせた感じの顔の肌の色の見え方、こっちは均一に見えてると思います。はい。理由はいろいろあるんですけども、やっぱりこう黄身が乗ると一緒に顔の色濃くなってムラも濃くなったりとか、こっちの方が結構鮮やかさが強いんですね。それでさらにこう鮮やかさでも肌の色濃く見えてるかなと思います。青みにすると一緒に引くのでこう均一に見えてるかなと思います。はい。ですね。はい。こちらの方がお顔もすっきりして見えてるかなという感じです。はい。では黄色です。こちらが春の黄色です。冬の黄色です。これも比べるとすっきり感、シャープ感結構変わると思います。はい。こっちの方が黄身で色味乗って青みで白くなって、お顔の輪郭もちょっとこっちの方がふわっとして線がはっきりして、これは青色濁色の違いもあります。ちなみにこれは明るさ暗さ変わんないです。この色自体のほとんど一緒だけど、こっちがすっきりして見える理由っていうのはさっき言ったように青みですっきり、クリアで線がはっきりするからすっきりして見えているかなっていう感じです。はい。ではまた1枚ずつ下ろして確認をしていきます。ありがとうございます。はい。冬、春、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 冬、春です。はい、ありがとうございます。お預かりいたします。はい。なんか今見た感じだと多分黄身が乗るとそのままムラも濃く見えちゃうかなっていうところがあったりとか、明るさ暗さも暗いことでお顔が引き締まって見えたりとか、いい陰影が出て見えたので、暗さはあるといいのかなと思います。なので最後同じブルーベース同士、冬と夏のグループで比べていこうと思います。で、冬と夏の違いっていうのは、明るさ暗さの違いもあるんですけれども、青色濁色クリアかくすみかの違いも、布によってはすごい分かりやすかったりします。はい。では夏と冬で比べていきます。こちらが夏の赤です。夏と冬です。夏と冬です。顔の明るさが結構変わると思うんですけども、こっちのこう明るくなってこっちのが暗くはなるんですけど、なんかこう暗いっていうのが先ほどもお伝えしたように悪い暗さ、嫌な影とかが出るっていうよりかは、メイクとかでもこうシェーディングとかノーズシャドウとかすると思うんですけど、そういういい陰影がそうできるので、そうすることでこうギュッとはい、目力もアップするし印象も強くなるので、なんかやっぱり暗さはあるといいのかなと思います。あとは、ブルーベースの度合いもあって、こっちの方がマックスブルベっていう感じなんですね。ちょっとブルベなんですけど、こっちはかなりブルベですごい肌白くするし、明るいことでも顔を明るくするしって、だいぶこう顔の色を白くする要素がたくさん入ってるんですけど、白くなりすぎちゃっても多分ちょっとムラ出ちゃいます。程よくこう顔に色味が乗った方が色ムラって目立たなくて、そう均一にそう見えるので、あんまり青みすぎない方がいいかなとか、明るくなりすぎない方がいいかなと思います。はい。はい、では次に緑です。こちらが夏の緑です。夏と冬です。夏と冬です。なんか
すっきり感はこっちの方が暗いのであるんですけど、ちょっともしかするとリップ足したくなっちゃうかもみたいな感じで、なんか若干物足りなさもあるかなと思います。ただこれはこれでなんか色がピカピカするなみたいなところもあって、どっちがいいかって難しいと思うんですけど、今までのずっと経過でも私はどっちの色がいいかなってあんまり考えてなくて、なんでかっていうと、色って数百万色以上あるので、数百万色以上分の2とか4とか、こっちが勝手に選んだ色の中でどれがいいですって結構ナンセンスなので、何見てるかっていうと、しつこいんですけどさっきの4つのポイント見てるんですね。それがそれぞれにごちゃ混ぜに入ってます。そうすると、例えば2つのポイントはこっちがいいです、2つはこっちがいいです、こう2対2、いいところが分散しちゃうこともあります。でもどっちがいいかって言ってると結構難しいので、このいいとこ取りした色があると思うので、なんかそれぞれのいいとこ取りができるといいかなとは思うんですが、こっち暗さはいいんですけど、もうちょっとこう鮮やかさがあった方がいいかなとか、ちょっと鮮やかさ強すぎるからもうちょっと抑えた方がいいかなと思うので、なんか間ぐらいの色があってもいいのかなというふうには思います。はい、では次ピンクです。こちらが夏のピンクです。夏と冬です。これは青色、濁色の違いがよくわかると思います。こっちの方が肌がツヤが乗ってちょっとマットになると思います。これも多分どっちがいいっていうのがすごく難しいのかなっていうふうに思っていまして、最初にご説明したように、青色か濁色かっていうわざわざ究極の2択にしなくてもよくて、このクリアな色にグレーが入ると濁るんですけど、グレーの量がちょっとなのかめっちゃたくさんいっぱいなのかによってくすみの度合いも変わるんですね。結構これくすんでる方なので、なんかここまでくすんじゃうのは少し寂しいのかな、どうかなっていう気もしていて、ただこれはこれでピカピカしちゃうなっていうところもあると思うので、なんかその、くすみ度合いっていうのも後で調整できればと思います。ちょっと確認を後でしていきます。はい。はい、では青です。こちらが夏の青です。夏と冬です。なんかちょっとこっちリップ足したくなっちゃうと思います。こっちのが1枚で完結。やっぱり鮮やかさとか暗さ、鮮やかさでパーツはっきり、暗さでいい絵つけて、ちょっとこうお顔はっきり見せてあげるといいのかなと思うんですが、これもなんかもうちょい気持ち柔らかくしてあげてもいいのかなとは思っています。はい。はい、最後黄色です。こちらが夏の黄色です。夏と冬です。これを比べるとこっちの方がパーツとかははっきりするし、輪郭もすっきりはするんですけど、ただちょっと強くなりすぎちゃうかな、どうかなっていう気も少ししています。だからといってこっちがいいかというと別にそういうわけではなくて、ちょっとこっちソフトになりすぎちゃうと思うので、これもなんか間を取りたいなっていうふうには思っています。はい。では1枚ずつ下ろして確認をしていきます。はい、ありがとうございます。冬、夏、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 冬、夏です。はい、ありがとうございます。はい、お預かりいたします。はい。今見た感じだと、ベースはブルーベースの方がいいんですけど、マックス青みじゃない方がいいなっていうのと、明るさ暗さは暗い方が顔は収縮して見えたりいい陰影があったので暗い方がいいです。
で鮮やかさもある程度あった方がいいと思うんですけど、すごく鮮やかすぎない方がいいんじゃないかなと思っていて、で鮮やかさ、これが一番鮮やかな色ですね。この鮮やかさをこう下げる方法って、これに白を足して明るくする方法、これに黒を足して暗くする方法、これにグレー足して濁らす方法があるんですけど、まずこっちの明るい方向じゃないなと思っていて、暗い方がいいなって思います。なんですけど、例えばこれもさっき言ったようにグレーの量が入れば入るほどすごく濁っちゃうので、ここまでいかなくてはいいなと思っているので、ちょっとここら辺がどこら辺かなっていうのはもう少し詳しく、見ていこうと思います。こんな感じで、今もブルベ夏がいいかブルベ冬がいいかっていう見方をしてなかったと思うんですね。顔が変わって見えるのってグループじゃ説明できないので、さっきの4つのポイントじゃないと顔が変わって見える説明がつかないところがあるので、やっぱり大事なのがすごいポイントっていうところになります。はい。ではまず赤からちょっと調整をしてみていこうと思います。例えばなんですけど、まずこれがクリアな赤です。で次にこれがくすみの赤です。ちょっとやっぱクリアだとピカピカしちゃうと思うんですね。こっちの方が少しマットで滑らかになると思います。写真、私味撮りをするときにフィルターをかけますけども、加工しますが、こっちはノーマルカメラで撮ったみたいな肌の質感、こっちはフィルターかけたかなみたいな質感、これが正色託色の質感なんですが、やっぱりここまでピカピカしない方がいいなと思うんですけれども、なんかここまでこう濁ってしまうとちょっとこう印象弱くなっちゃうかなっていう気もしていて、例えばじゃあこれとこれだとちょっとこっちの方が目力とかが出たりとか、こう生き生きした感じになるの分かりますかね。これとこれもここまでピカピカしなくともみたいなところがあると思うんですけど、これってさっき言ったそのグレーの量が違うんですね。これに対してめっちゃグレーが入ってるのか、ちょっとグレーが入ってるのかなので、なんかここまでくすまなくていいかなって思います。これぐらいの鮮やかなんだけどピカピカしない程度っていうのが一番いいかなっていうふうに思います。なんか分かりやすく言うと、これは新品の洋服100回洗濯しました2、3回洗濯しましたぐらいのなんかこう違いというか、なので一番いいのはちょっと濁るぐらいがいいかなっていう、ところです。緑もこのさっきの緑は、絵の具の色にいっぱい黒足しすぎちゃったので、ちょっとこう鮮やかさがなくなりすぎちゃったので、もうちょっと鮮やかにしてこれぐらいの方がパーツとかをはっきりこう生き生きして見えているかなっていうふうには思います。結構青みなので、これぐらいの黄身があってもありかなとは思います。この間があってもいいかなぐらいな感じです。ピンクもこれがさっきの冬のピンクです。で、濁るとこんな感じです。そうすると肌は滑らかにはなるんですが、ただちょっと印象弱くなっちゃうので、やっぱりもうちょっと鮮やかさ欲しいなと思っていて、これぐらい色味があった方がこっちリップしたい、なんかこれぐらいの方がいいのかなと思ってて、ちょっとピカピカしすぎちゃうので鮮やかだけど
ちょっと濁るとこうお肌もマッて滑らかになるので、これもあと 2,3 回洗濯しましたみたいな、はい、ちょっと汗たような感じというか、それぐらいが一番いいかなと思います。ここまでこう鮮やかさをなくしすぎない方がいいです。はい。でさっき生色脱色って服の素材も関係しますよってお話ししたと思うんですが、例えばこの質感は生色の質感でちょっと肌ツヤ乗ると思います。比べてこっちはちょっと肌マットになると思います。これただ生地の表裏なんですけど、それだけでも肌の質感変わると思います。なので素材でも同じ色だとしても素材によって、質感って変わって見えるんですね。で、さっきのこれ冬の青とこれもちょっと新しく出したんですけど、ほとんど似たような色なんですけど、質感が、さっきの布の方がこう張り感があります。今こっちちょっとふにゃふにゃ柔らかい、はい、素材です。こちらとこちらでなんかそれだけでもちょっと顔の見え方、肌の質感変わるの分かりますかね。少しこっちピカピカ、ちょっとソフト、柔らかくなる。なので今私ずっとちょっと濁った感じがいいですよってお伝えしてると思うんですけど、それ探すのって結構大変。色を見分けるちょっと濁ったやつって結構大変なので、難しいなと思ったら素材感を鮮やかな色でも素材感を柔らかくしちゃうっていう手もあります。はい。あとはほんとシンプルに、よいしょ、少し明るくはなっちゃうんですけど、ちょっと濁るとこんな感じ。少しソフト、なんかちょっと硬く見えちゃうかもしれないですね。話しかけやすいなみたいな、そうなんか少し濁るとこう柔らかくなります。で黄色に関してなんですけど、こんなにたくさん布があっても足りないなって思うところがあり、例えばこれよりかもうちょっと黄身で鮮やかになるとこんな感じです。そうすると顔の色はしっかり、はい、つくけど、ちょっと多分ピカピカ色が強いと思うんですね。もう少しこれを暗くしてちょっと濁らせるとこんな感じです。少し肌って滑らかになって、最初と比べるとなんかこっち白浮きしたみたいな見え方して、ちょっと落ち着くと思います。もうちょいこれが青みだったらもっと良かったかなっていうような感じです。あともう一つ実は手があるんですけど、ちょっと難しいかもしれないんですが、今ずっと暗い色がお似合いだったんですね。で、この色がこれなんですけど、これを写真で撮って白黒に変換すると、黄色って白に近くて青紫って黒に近くて、真ん中の赤と緑って真ん中ぐらいのグレーなんですね。なので黄色ってそもそもが明るい色なんですね。で今お似合いなのは暗い色だったので、選んできた色で暗くできる色に関しては暗くすることでお顔を収縮して見せてました。ただ明るい色の時はもう黄色ってそもそもが明るいので、例えばこの違いを見てもらうと分かりやすいと思うんですが、こちらとこちら、どっちがすっきりして見えるかなっていうと、多分ちょっとこっちぼやってして見えて、こっちの方がすっきりして見えると思うんですね。これも明るさそんな変わんないです。だけどこっちがすっきりして見えるのはクリアですっきりして見えてます。濁ると線がぼやけます。クリアな方が線がはっきりします。なので、白に近い色、明るい色を着るときはクリアにしてあげることですっきりして見えます。お似合いな色はどっちかというと暗い色だけど
どうしても黄色って暗くできない色なのでとか、なんかデートで明るい色着たいなとか思ったら、そういう時はくすんだ色じゃなくてクリアな色にするとすっきりそうして見えるので、明るい色の時はクリアに振っちゃってもありです。はい。では最後にお似合いのリップをお付けさせていただきます。普段はどんな色をつけますか？そうですね、ちょっとオレンジっぽい方が好きかもしれないです。ちょっと黄緑の色が多いですが、はい。ではちょっと今日はこちらか。今日はいつもと違う感じで、ちょっと青みの暗めの色をお付けしていきますね。ちょっと最初リップクリームをお付けします。はい。ちょっとこれでなじませてください。ではちょっとリップもお作りいたします。はい、ちょっとリップをつけてますね。失礼します。ちょっと前向いてます。はい。こんな感じ、ちょっと鮮やかめの色も、はい、素敵だと思います。チークもちょっとだけ、はい、のせていきますね。チークもちょっとこう青みの、はい、チークをのせていきます。はい、ありがとうございます。で、前もちょっとパープル系とかも可愛いと思うので、今眉描いてらっしゃると思うんですけど、ちょっと上から重ねさせていただきます。はい、ちょっと上から重ねた感じにはなるんですが、ちょっと青みに全体的に、はい、寄せています。では前髪こちら失礼しますね。はい。では前髪お直しいただいて、はい、ありがとうございます。はい、では最後復習させていただきます。こちらが冬の紺色になります。ただこれちょっとクリアな色なのでもう少しこれを濁らせてこんな感じにしても、ちょっとこう線とかも柔らかくなっていいかなと思います。浴衣とかにありそうな少し汗た感じも、はい、可愛いかなと思います。はい。で、ブラウンです。ブラウンももうちょっとこれがソフトになってくれたらもっといいかなっていうような、ところです。はい。ベージュです。ベージュもすごい明るい色なので、さっき言ったようなこれはクリアな色になります。ベージュとブラウンだとベージュの方が白に近いと思うんですけど、そういう時にちょっと濁っちゃうとソフトに見えすぎちゃうと思うので、そういう時は
ちょっとこう白に色入ったかなぐらいの、クリアな色にしてあげるといいと思います。で白ですね。でここら辺すごい明るいので、その場合はリップは必ず暗くしていただけるといいと思います。どちらかで強さっていうような、イメージです。で、グレーです。グレーも暗めのチャコールグレーというような、感じになります。で、ここまでは色味がないので、これぐらいリップも濃くて大丈夫なんですけど、この後から下が鮮やかになるので、そしたらちょっとリップの色もピンクっぽく薄くしてあげてもいいと思います。こちらが先ほど見てた、赤ですね。例えば今のリップの場合だったら、さっき脱落したもっと濁ったこっちの赤でもいいと思うんですね。なんか今強い弱いみたいな感じで、目指すべき鮮やかさはあるんですが、それを服で持ってくるのかメイクで持ってくるのか、両方でいいところまで持ってくるのかっていうバランスが一番大事なので、その日どっちをメインにするか決めてあげると、今日のリップだったらじゃあ赤はこっちにしようとか、より落ち着いた方にしてあげてもいいと思います。で、緑ですね。緑も多分今これ強いになってるので、今のメイクだったらこっちにしてあげても、このバランスはそう取れてると思うので、どっちかに、強さを出してあげるといいかなと思います。でピンクですね。ピンクもこれだったら最初のもっと濁ったピンクでもありかなと思います。で、青です。これ素材を変えた青ですね。多分これよりかは今のリップだとこっちの方が、いいかなとか。黄色もこれもうちょい青めだともっと良かったかなっていう感じです。あとはすごい明るくしてクリアにしちゃうっていう、でもあります。こんな感じで、失礼しました。こんな感じで冬のグループではあるんですけれども、パキッとした冬っていうよりかはちょっとくすみ感のある、柔らかい感じのお色味が良かったかなと思います。ありがとうございました。こちらがお似合いの色になります。で、ちょっと復習をさせていただきますと、まずベースなんですけれども、ベースはブルーベースの方がいいんですが、ただあんまり青みが強くなりすぎない方がいいなと思うので、どっちかっていうとブルーベースですっていうところで、ちょうどよくお顔の色味引いて見えたりですとか、お顔もすっきりして見えてお似合いでした。で、明るさ暗さも、ブルーベースで明るくなってしまうと顔の色が抜けすぎてしまうので、暗さはある程度あった方がいいかなと思います。で、暗くなることで、顔に色味もつくっていうのと、一番大きなお顔が収縮して見えたりですとか、顔の中に陰影ができるので、そうすると目力もぐっと、出てよかったなと思います。で、3つ目に鮮やかさですね。鮮やかな色お似合いなんですけれども、あんまりピカピカ強い色っていうのだとちょっと色が強いなっていうところがあったと思うので、少し落ち着かせてあげてもいいかなと思います。なんか分かりやすく例えると、絵の具の色にちょっと暗いグレー入るかなっていうような、ところでして、鮮やかさもある程度はあった方がいいんですが、マックスっていうところではないかなと思います。で、多分ここがちょっと難しいところだったかなと思いますが、正色託色に関しては少し真ん中らへんかなっていうところではあります。あんまり声もピカピカするっていうよりかは、少しマートで滑らかにするとお肌も綺麗に見えたりとか、線の見え方とかも柔らかくて良かったので、どっちかっていうとちょっとくすみって思ってもらうと分かりやすいと思います。ただ例えば、お似合いのところは真ん中よりかはくすみっていうところなんですが、
すんごいくすんだ色選んじゃったなって思ったら、そこはリップで調整っていうこともできるので、すごいクリアだったり鮮やかな色を選びすぎてしまうと顔で調整っていうのが難しくなっちゃうんですけど、落ち着いた方の色にしておけば顔で調整が効いたりするので、もし究極悩んでしまったらそういう方法っていうのもあります。で、あともう一点ですね、ちょっと難しいことをお伝えしてしまっていると思うんですけれども、基本的にはやっぱり暗めがお似合いです。そうすると暗めがいい理由には輪郭がすっきりして見えるっていうところがありましたが、どうしても明るい色を着たいよっていう時とか、黄色っていう色自体がそもそも明るいので、その場合はじゃあ何で輪郭の線、影を作る、影はもう作れないので、その場合はクリアな色で輪郭の線を作ってあげるとすっきりして見えるので、明るい色の時はクリアにしてあげるといいと思います。そうすると、基本的にグループは冬のグループになります。ただ冬のグループはクリアな色が多いです。ちょっと強めの色が多いので、先ほどもお伝えしましたようにやっぱソフトにしたいんですね。なので冬の中でも少し濁っているといいのかなと思うので、ちょっと濁り感のある色とかをお選びいただくといいかなと思います。はい、あんまりパキッとしすぎてないというか、あと洗濯に3回したなみたいな、感じの色ですね。だから明るい色の時はクリアな色にマカロンよりラムネみたいなイメージですかね。ちょっとパキッとした、明るい色だったら OK です。でリップの色もこの中でいうとこれとこれだとちょっとこっちの方がくすみですね。とかここら辺がもうちょい濁ってもいいかなっていうような、感じです。こちらになります。ありがとうございます。以上です。ありがとうございました。